はい、今回ですね N 版のフロアパネルを購入したため、床材にね貼る素材を求めて、三郷のねスーパービュアホームに、訪れました。今回ねいろいろなね素材がありましたので、それも含めてね DIY 動画を作っていこうと思います。購入した商品はプロダックスさんの 12mm のね、床板をね購入しました。今回ですね、パネルに貼る素材としてクッションフラーをね検討してホームセンターにね購入しに来たんですが、いろいろ見る中でちょっとねクオリティが低いというか自分の好みに合う素材に出会えなかったので、そこでねちょっと思い切って塩ビタイルの方を見に行ったらとてもねクオリティが高い、素材があったのですが、ちょっとねお値段が、高くなっていました。こちらがクッションフラーなんですが、1メーターあたり約2000円ぐらいでした。で、こちらがね、塩ビタイルなんですが、90×15、1枚で767円と、約ね、2畳弱なので、19枚がね、必要となります。こちらがね、プロダックスさんのフロアパネルです。中身はね、3分割になってまして、素材のね、色の方は、塗装済みと、塗装なしが選びまして、私はね、このグレーの塗装を、選択しました。結局、悩んだ末にね、塩ビタイルを選択しました。こちらのね、商品、裏にね、糊がついてまして、貼るのもね、剥がすのも結構ね、手軽にできます。逆にね、糊なしもあって、そちらの方がね、幾分安くなっています。先にね、パネルだけ載せてみましたが、ジャストフィットでね、結構ね、しっかりしています。N 版の、一番ね、狭いところの幅が90センチで、6枚ね、並べてぴったりでした。作業を開始して思ったんですけども、最初はね、こうずれないようにとか、柄がね、合うようにとか、いろいろこう印をね、つけながらやってたんですけども、ガンガンね、貼ってっても、柄のね、合わせ面が、すごくね、馴染んで、違和感なくね作業ができました。基本的な部分を貼ったら一度車から下ろして、はみ出た部分をねカットしていこうかと思います。今回の作業の中でこのカット作業がね一番大変な作業でした。タイル素材がねしっかりしてますので、硬めのね刃物があると切りやすいかもしれません。続いてね細かい部分を、切れ端や、新しい部分でね長さを合わせて、貼っていきます。気になるね仕上がりなんですけども、継ぎ目もねわからないぐらいこう柄もねあって非常にねクオリティが高くなっています。その後もね同じ作業を繰り返して、全て3枚貼り終えました。このね車の使用用途としては、撮影用のね移動車両を兼ねて車中泊もね行いますので、自宅のね家のような感じに、仕上げました。はい、それではね使ってみた感想です。まずね仕上がりなんですけども、高いだけあってリアルな木目がとてもね綺麗な仕上がりに見えます。で続いてね作業性なんですけども、糊もね貼ってありますし、とてもね簡単に貼れます。またね失敗しても剥がせるタイプなので、貼り直しがね可能です。またね部分的にもし傷ついても、買ってくればそこだけね貼り替えることも可能となっています。続いてね耐久性なんですけども、剥がせるタイプだけあって小さいパーツは、剥がれやすくなっています。そういった部分はね、違う接着方法を考えるか、またね、糊なしを選んで自分でね糊付けをする形で、剥がれにくくすれば、とてもね強い床材になるかと思います。